YouTube の皆さん、なんか日本語でビデオブログやるのって結構久しぶりですね。なんか最近自分の日本語が少しなまっちゃって、もう日本へ帰れないぐらいなまっているかもしれませんよ。おかしくねえや。まあ、ともかく。今回は日本語でビデオブログをやりたいと思います。なぜかというと、前はもうこのチャンネルではもうビール関係とかをもう一切やりませんって言いましたけど、なんかもう言うべきだって感じです。なぜかというと、一人の僕のファン、ユーザーの名前は、ホウテン1980かもしれません。彼から頼まれて、彼が、YouTuber 頼むから絶対もう一度でもいいからもう日本語でビデオブログやってよ、お願い。で、そこまで言いませんでしたけど、一応頼まれました。日本からの酒造のビールを選びました。それ、どっちかというと、この日立のネストのビールです。日立のネストは、どこだっけ、茨城県の那珂市から作られてる、もっとベルギーに似ているベルギースタイルのビールを作っています。でもこのビールは、ジャパニーズクラシックエールっていう名前があって、実はこれ、IPA っていうスタイルなんです。それ IPA って知らない人たちは、IPA っていうのはインディアペールエールっていう短めにした名前なんですね。この IPA ってスタイルはもうちょっとホップスを入れて、そのビールの材料の中からそのホップスを、普通よりもっと入れて、もっと苦味を足したりとか、でもそのホップスは苦味だけではなく、もっとなんかみかんみたいな、グレープフルーツみたいな、香り、味もある時にもあるし、なんか松の木の味もする時にもあるんです。最初はビールの眺めを見ます。眺めを見ますと、なんかオレンジ色ですね。それともっと古い言い方でしたら、橙色です。それ結構曇ってます。なんか普通ビール、アサヒとか札幌とかは、キリンとかはもう黄色で、その透き通った色な、色なんですけど、でもこの眺め見れば全然見えませんよね。俺の顔全然見えないでしょ。だから、IPA では、この IPA スタイルでは、別にそんな変わったことではありません。だからオレンジ色で曇ってます、少し。それで炭酸分は、結構少なめ。このビールグラス入れているのは、ベルギースタイルの、一応英語では、チューリップグラスって呼びます。これだともっと香りが、もっと、嗅ぎやすくなりますので。なんかちょっと、お花みたいな、香りがします。英語では floral って言います。flower、フラワー、花みたいな、香りですね。普通は、どう言いますか、みかんとかグレープフルーツみたいな香りがするんですけど、これはもっと、穏やかって感じで、もっと落ち着いた香り、もっと花みたいな匂いがしますね。次は、ちょっと飲んでみますね。では、乾杯。なんかちょっと興味深い味です。普通今の結構美味しいですね。今のアメリカの IPA スタイルはもっと苦味があって強さがあって、それイギリスは一応もっと落ち着いた IPA なんですけど、でもこれなんかもう柔らかい口の、気持ちが柔らかいです。あとなんか少し甘みもあって、それみかんとかグレープフルーツじゃなくてやっぱもうお花みたいな、香りがします。普通日本人はこういうスタイルはあんまり飲まないんですけど、ビールでは。でも多分、ワインっぽいでも言えます。結構美味しいですね。
このジャパニーズクラシックエール、普通のエールじゃなくて、このなんか古い IPA スタイルを取って、なんか自分の味を入れたって感じです。結構うまいですよ。それ多分、木内酒造からの中で、多分、もっと安めっていうか、あまり高くない方なので、ぜひ、試してください。多分東京に行けば、絶対ビール屋さんとかでは見つかりますけど、茨城県以外でしたらちょっと大変かもしれません。まあ、ともかく、これが、木内酒造のジャパニーズクラシックエールです。ぜひ買ってください。試してください。結構美味しいですよ。うん。ホップスも一応ありますけど、もっと甘み、お花の味が、口の周りに、浮かび上がってます。結構美味しいですよ。では、最初の、日本語のビールビデオブログを見てくださってありがとうございました。では、多分また、木内酒造からのビールを、そのブログするので、またぜひ見てください。乾杯。